こんにちは、高森です。最近仕事が結構辛いんですけども、INFJ 的な観点でですね、なんで仕事が辛いのかということを考えていきたいと思います。で、話の前提としてはですね、過去ちょっと動画を出したんですけれども、INFJ と家庭環境みたいな切り口でですね、INFJ が人生においてネガティブな感情を抱きやすいとか、何か自分に対して負い目を感じていると。要はネガティブな状態に自分があると思っていて、それを普通の状態に戻していく、そうしていかなければならないみたいな自覚があるっていうところを話の前提に置いていきます。で、ありがたいことに、こちらの動画でですね、結構コメントいただいていて、なんか表現が難しいんですけれども、そういった家庭環境に対してフラストレーションみたいなのがなくても、INFJ みたいな方も普通にいるので、そこの前提はね、しっかりと押さえていただいて、考察聞いていただければなと思いますね。で、最近自分が仕事辛いなと感じている理由的なところは、端的に言うと何か自分の足りてないものを補い続けていて、それが果てしなく続いていくように感じるからっていうところですね。常に自然な状態に戻るために何かと戦っているみたいな感覚があって、それってすごくなんかやっていく上でしんどいなという感覚があってですね、仕事辛いなと思っちゃってるみたいなところはありますね。やっぱ仕事していく上でどんどんね、キャリアアップとかしていかなければいけないというか、そういう暗黙の了解みたいなところもあると思うんですけど、そういったような空気自体がしんどいなっていうところもありますし、やっぱね、生存戦略として現状維持ってなかなか厳しいなっていうところを私も肌で感じていて、生き残るためには常に自分の足りてないものを補っていかなければならないみたいな感覚があるんですよね。それはなんか単純に自分自身の能力を伸ばしていくとか、リスキリングとかね、最近言われてますけど、自分の学びを深めていくだったりとか、違う畑の能力を身につけていくみたいな、そういうようなプロセスが必要になってくるような感じはありますよね。この考え方自体は社会人をやっていく上ですごく一般的だと思うんですよね。やっぱ階層が上がっていくにつれて求められる能力っていうところも変わっていきますし、能力の深さというか質というかね、そういうものも洗練していかなければいけないっていうところで、これ自体は環境としてね、当たり前という考えはあるんですけれども、一方で全体の話で話した INFJ の前提みたいなところも踏まえて考えてみると、このどんどん自分の能力を上げていかなければならないっていう構造そのものが結構しんどいっていうところがありますね。なんかそれはある意味で自分自身が過去家庭環境とかを軸にして考えてみると、何か自分が抑圧されてきて、何か普通の状態に持っていくために自分の何かを捨てなければいけないとか、感情を抑えなければいけないとか、いわゆるいい子みたいな感じで振る舞わなければならないみたいなところの追体験をしてるようなもんだと思うんですよね。何か足りないところのギャップを埋めるっていうのはね。なので、なんか単純に能力を伸ばしていくとか、単純にキャリアアップをしていくとかね、いうところの相性はすごく悪くてですね、INFJ は、ショートでも最近上げてるんですけれども、能力そのもの自体に対して自己肯定感というか、自己効力感というか、自己満足感というか、これは言葉遊び次第なんですけれども、あんまり意義を感じないっていうところがあって、その得た能力によって何を成していくか、そしてそれは人のネガティブな要素を取り除いていくことに貢献するとか、そういう類のことなんですけれども、言いたいのは単純な能力を上げていくことっていうところに意義を見出しにくいので、構造的にね、INFJ はしんどくなっちゃうっていうところがありますよね。特に最近自分が結構しんどいなと思ってるのは、もう本当上の層の方々とですね、仕事をすることがすごい多いんですけれども、やっぱ上の層の方々ってそういう競争に勝ち残ってきた人たちなので、結構そこのところのね、価値観が違うんですよね。どんどん海外とか行って能力身につけまくって、自分のね、戦略と通してブイブイ言わせていくぜみたいなね、いうところでですね、なんかプラスをもっと上げていくっていうところで、私の感性的にはね、ネガティブなものをフラットに持ち上げていくっていうところに貢献したいんですけれども、なかなかね、そこの、ミスコミュニケーションというか、環境との不一致みたいなのがあってですね、しんどいなと感じることがありますね。もちろんですね、INFJ って勤勉なので、その自分の学んでいったことが何か人の貢献する材料になるみたいなところの道がね、見えてくると、すごく本当地道にね、勉強して能力を高めていくっていうところは得意な方かなとは思うんですけれども、一方でその意義が見出せない構造ですよねっていうところに置かれると、なんか一気になんか勉強してるけどなんだっけこれみたいになりがちでですね、迷走して、この果てしない能力を埋め続ける戦いみたいなのが、あと30年、40年ぐらい続くと考えると、
なんか生きるのしんどいんじゃないかなって思いがちっていうところはあると思います。あと INFJ のモチベーションとして他者のネガティブな状況を多少でも緩和したいっていうものがあると思うんですけれども、これはね、ある種個人的な考えなんですけど、ネガティブな状況に置かれてる人みたいなところを過去の自分を投影してるんですよね。で、その人のネガティブ要因を取り除くことで、自分自身のね、過去のね、ネガティブな感情とかそういうものを取り除いていくっていうような疑似体験をしてるというか、そういう風なモチベーションに昇華してるんじゃないかなっていうところがちょっと自分でも思っていて、そういう意味で他者のネガティブな感情ですよねっていうところに対して INFJ は貢献したいなっていうモチベーションが生まれてくるのではというところも最近思ってますね。ここはね、なかなか難しいですね。特に INF 型っていうのは一般的な資本主義社会と相性が悪いみたいなことは言われがちで、私もなかなかフィットできないなっていうところがあると思うんですとね、というかすごく感じてますね。仕事は仕事って割り切れないところは正直あって、いっぱい時間を使っている、自分のリソースを費やしているっていうところももちろんあるんですけれども、さっきも言ったように INFJ のモチベーションっていうのはネガティブな気持ちを抱えている人たちを、多少アシストしてあげたいみたいなところがあって、ネガティブな気持ちを抱えている人なんて、仕事の場とかでいっぱいいるっちゃいるわけですから、なんかそういった場でなかなか自分がうまく振る舞えずに、なんか誰の役にも立ててないような状態に置かれているみたいなことを自覚しちゃうと、一気になりがちっていうところがありますからね。仕事は仕事ってなかなか割り切れないところがありますね。どうしても自分の信念みたいなのが強いので、その信念っていうところをね、仕事の場で果たせてないっていうところで、やっぱ生活全体として負の循環に陥ってしまうみたいなところになりがちっていうのも結構 INFJ のメンタル維持として考えなきゃいけないところではありますね。ここに対する自分なりの回答っていうのは、今の環境は自分が選んでいるんだっていうか、自分が決定しているんだっていう感覚とか芯を強く持つことで、やっぱね、INFJT の時は特に思ってたんですけど、とにかく自分のこうしたいなとか、場合によっては逃げたいなみたいな逃避の感情だったりをないがしろにして、とりあえず集団の価値観に沿うように行動していってしまうみたいなところがあったんですけども、なんかそれを続けてると INFJ の幸せな生活っていうのは訪れないのかなっていうところがありますし、受動的ですよね、何かね。そうではなくて、もう自分の感情っていうところにしっかりと向き合って、嫌な集まりとかもあると思うんですけど、それは自分が決定しているんだっていう芯を強く持つことで多少マインド面としてね、楽になるんじゃないかなと思いますし、仕事に対してもつまんない仕事があるかもしれないけど、自分が選んでこれやってるんだっていうところの芯を強く持つと、ある種ドライにね、仕事を捉えられたりっていうところもあると思うんで、そういうマインドセットが大事かなというふうに思っておりますと。今回は INFJ 仕事辛いなみたいな思いをですね、能力を上げ続けなければいけないというかですね、不足分を補わなければいけないっていう感覚に端を発してるっていう話をしてきましたと。最近はショート動画とかメンバーシップ動画みたいなところにも力入れ始めてるので、そっちも見ていただけるとありがたいなと思います。